本死活の完全解説ができたすらよ。死活やってるトゲよ。詰碁の本の載ってるトゲ。詰碁、ちゃんとやっていて偉いすらね。でも、詰碁と死活は違うすらよ。なんだって死活と詰碁は似てるけど、シャンプーとリンスくらい違うすら。だいぶ違うトゲね。死活は実践によく出る形を覚えるもので、詰碁は考えて読みを鍛えるもの。まず基本死活を覚えておかないと詰碁をやってもゴールから半減だすら。シャンプーせずにリンスしてるようなものトゲね。死活の中でも基本死活というのは、実践でよく出る形だけを上から順に集めたものだすら。10曲に1回出る問題と10万曲に1回出る問題なら、トゲちゃんはどっちをやるすら？そんなの10曲に1回に決まってるトゲ。は？もうわかったすらかな？基本死活の前に詰碁をやるというのは、もったいないトゲ。それに、基本死活を身につけることで、単調の数形が変わるすら。持ち時間の消費も少なくなり、深い読みもできるようになるすらよ。死活かっこいいトゲ。トゲも早速覚えるトゲ。トゲ量も多いし覚えにくいし無理だトゲ。すららら。すららどうやって覚えたトゲ。5番に繰り返し並べて覚えたすらよ。どのくらいかかったトゲ。300時間くらいすらね。ひたすら努力あるのみだすら。トゲは忙しいんだトゲ。そんなこと言ってるから囲碁界のライトユーザーが離れていくんだトゲ。すらー、待つすらー。なんだトゲ。だからすらと同じ苦労をしないように、実践に出てこない形は削って、本当に覚えるべき基本死活だけを厳選し、死活の法則を使って格段に覚えやすくしたのがこの動画だすら。それを早く言うトゲ。隅の死活で迷いたくない。読みに自信がない。効率よく死活を覚えたい。そんな方にぴったりな動画になっているすら。この前編動画では、隅の最重要型である4、5、6、7目型とそれらの派生形を解説しているすら。トゲにもわかるかな？大丈夫すら。級位者から低段者の方にもわかるように丁寧に解説するすらよ。もちろん高段者や囲碁を教えている方にとっても、斬新な解説や AI による大発見など貴重な情報がいっぱい。後編に使用する独自の用語などもあるので、この動画は絶対に見てほしいすら。見終わる頃には、囲碁がもっと強くなること間違いなしだすらよ。それでは解説お願いしますトゲー。まずは4目型。これは知ってるよという方も多いと思うんだけど、この動画で使う法則と用語についても同時に説明していくので、飛ばさずに見てほしいすら。さて、この形のベース、2×2 の4目型は、パカ4と呼ばれとても生きにくい形なんだすら。白から打ってもいけないトゲね。4目の土地があれば大抵奥には安泰だというのに、それを活かせないバカ殿だトゲ。それがベースになっているのが4目型だすら。プロウシそうだトゲ。基本死活はベースの形から、2辺の石が増えるたびに進化していくんだけど、お手手が伸びると強くなるトゲね。すら、そんなイメージだすら。4目型の1段階進化は、ドキドキ。積んでいるすら。すごー。進化の凄さが全然伝わらないトゲ。順番上仕方ないんだすら。まあ4目型の生きにくさは分かったトゲよ。じゃあ2進化ならどうだトゲ。
今度は白から打てば生きるすら。トゲ、ついに。2の1プラスかけ次のダブル急所。これで罰を見合いにしていきだすら。ダブル急所。かっこいい響きだトゲ。急所は意味が重なるほど有効になるすら。でも、白から打てば生きってことら。黒から打つと積むトゲ。その通りだすら。黒から積ませる場合は、羽で進化を一つ消す。これでさっきの積み形に戻って終わりだすら。そんなことができるトゲか。この羽で進化を消す。とても重要な法則なので覚えておくすら。なかなか便利な法則だトゲ。それと、英語では1進化をプラス1、2進化をプラス2と呼び、とても便利なのでこの動画でもその呼び方を使っていくすら。グローバルだトゲ。さて、4目プラス2方は白から打てば生き、黒から打てば積み出すら。ここからはこの状態をキチンボールと呼ぶすらね。ほっといたら危ない形トゲね。その通りだすら。では問題。これも4目プラス2方でキチンボールだけど。で長速のプラス2だトゲ。黒線、どうつますすら。答えは羽で進化を一つ消して積みだトゲ。正解だすら。これで4目プラス1型の積み形だすらね。積みのパターンを覚えたらその形に持っていけばいいんだトゲね。思ってた以上に便利だトゲ。ちなみにこの形を生きる場合は、下がりまで広げることができるすら。いっぱいに広げられるトゲね。黒がこう来たら、白らにガンを作っていきだすら。隅の白地が最大になる上に、下辺の寄せまで効くんだすら。お得な生き方だトゲ。ここまでをまとめると、4目型ら、プラス1までは積み、プラス2でキチンボールだすら。ちなみにプラス3だとどうなるんだトゲ。プラス3だと生きだすら。進化のたびに成長してるトゲ。今度こそ進化の凄さが分かったトゲよー。プラス3以上は全ての形が生きなので、死活として扱われるのはプラス2までなんだすら。覚えておくトゲ。ちなみにこういうのはどうなるトゲ。これは角空き。型すらね。角は空いてても結果に変化はなく、この形は、4目プラス2型と同じ扱いでキチンボールになるすら。白から打つと、×が見合いで生き。ほんとだトゲ。石が一つ少ないのに、全く同じ方法で生きることができたトゲ。角空きで結果が変わるのは次の動画に出てくる8目型と1号マスだけ。4目型、6目型は大牛も含めて一切変化なし。5目型と7目型はそもそも角がないすら。覚えておくトゲ。で、4目型を知ってるとどんな時役立つトゲ。では実践形式の問題。黒線、どうするすら。答えは4目型だから。羽継ぎでどうだトゲ。正解だすら。これで4目プラス1型の積み形になるすら。トゲトゲ、この先を読まずに積みってわかっちゃうトゲ。それが死活のすごいところで、その後の読みをすべて省略できるんだすら。無駄な読みを省いて脳のメモリを節約する。こ
これが上達への早道なんだすら。死活の大切さが分かってきたトゲよ。次は6のつ方。通称墨6だすら。4の次は5じゃないんだトゲ。いいところに気づいたすらね。死活は基本的に大きくなるほど強くなっていくんだけど、五目型だけはこの法則から抜けているんだすら。五目型はどのくらいの強さなんだトゲ。五目型を形作る4つの石は芸術的なバランスで急所だけを占めており、なんとたった5目のスペースで7目型に近い強度を持つんだすら。ダイヤモンドのびっくりだトゲ。なので先に墨6からやっていくすら。この墨6、囲碁の全知識の中でダントツの重要度ナンバーワンなので、しっかり覚えてほしいすら。確かにこの形、よく見るけど、生きてるのか死んでるのか微妙でいつも困るんだトゲよね。まずは墨6基本型。これは積んでいるんだすら。白から打っても積むんだトゲ。ABC のどこに打ってもいきそうだけど。一つずつ見ていくすら。まずは急所の置きから。スペースを狭めて。どとめだすら。確かに積んでいるトゲ。じゃあ B はどうだトゲ。B も同じリズムだすら。急所の置きから。スペースを狭めて。どとめだすら。グッドリズムだトゲ。じゃあ C だと。C はもっと簡単で。スペースを狭めれば。五目中でだトゲ。確かに全部積んでいるトゲ。ところで、こういうのってどうなるんだトゲ。羽があるとどうなるかということだすらね。基本的に羽は関係ないんだすら。そうなのかトゲ。例えばこの形なら白が生きに来ても、全く同じ手順で積んだトゲ。そうなんだすら。ただ、例外で結果が変わる形もいくつかあるので、それは後で解説していくすら。次に墨6プラス1型を解説するすら。進化の方向は2つあるんだけど、どちらも基シンボルでほとんど一緒だすら。まとめて覚えちゃうトゲよー。まずは黒から積ませる場合、墨6基本形が積んでいることを意識して、さっき覚えた法則で積ませてほしいすら。トゲー、法則って何だったトゲ。答えは三角を消すすら。羽で三角を消して、墨6基本形の積み形に戻るトゲ。正解だすら。この後はさっきと一緒だすら。急所、狭めてとどめだトゲね。グッドリズムだトゲ。最後は西を取られても欠け目だすら。これは進化の方向が逆でも同じで、羽でが積んでいるすら。これで積みって言えるのかっこいいトゲ。講談者になった気分だトゲ。次に白から生きる場合だすら。進化の方向によって生き方が変わるので順番にやっていくすら。まずはこっちに進化している場合、生き方はいくつかあるんだけど、一番汎用性の高いマンボウさんの形を覚えてほしいすら。かわいいトゲ。どうしてマンボウさんがいいんだトゲ。これが白三角を生かす形なんだすら。白1と打つと×が2巻の急所になるすらね。黒がそこに打つと
三角のおかげで白は遮る必要がないから。余裕を持ってみかんを作ることができるすら。マンボウさん優秀だとけ。次にこっちの進化の場合。フックセンチョルの形を覚えてほしいすら。プロが急所に来ても、三角のおかげで余裕の2眼だとけね。その通りだすら。これで隅6プラス1から一旦終わりだすら。一旦隅6プラス1から羽の有無で攻め方が変わったり、結果が変わってくるものもあるんだすら。さっき言ってた特別なケースだとけね。これは非常に難しいから後編で解説するすら。意外なやつが裏ボスのパターンだとけね。次は隅6プラス2型だすら。両手が伸び伸びだとけ。伸びすらー。ここまでの流れで結果を予想してみてすらよ。ここまでの流れ。基本 J が積み、プラス1がキシンボールだったから、プラス2だと生きるとけ。そうだすら。隅6は順番がわかりやすくて賢いとげね黒からの攻めは ABC の3つ。順番にやっていくすら。まずは A。これはこっちからの進化を消す手だすら。白はどうすればいいかわかるすら。こっちを隠すと。わかったとげ。マンボウさんだとげ。正解だすら。じゃあ B の羽でこっちの三角を消すと、今度はこっちを隠すから。フックセンチョルだとげ。正解だすら。今まで死活は別々に覚えていたけど、こういう風に法則や共通点があると楽しいし覚えやすいとげ。この動画で説明している法則は、この動画だけじゃなく、この先いろんな形に使えるものばかりなので、感覚もどんどん磨かれているすら。そう言われるとさらにやる気満々だとげー。最後は C の付け。これには2の1の羽が良いて。2の1の急所ってやつとげね。そうだすら。プラス羽だと威力が倍増。2の1の羽は息の手筋でも最高ランクの技だすら。とげー、かっこいいとげ。黒3の下がりミラ。白4のコスミ付けが良いて。これで圧を見合いにしていきだすら。ここでコスんでくるような手が嫌だとげ。これはコールを狙ってる手だすらね。当たりにしてコールにする手をなくしてから、目を作れば無条件で生きることができるすら。なるほどだとげ。覚えておくとお得な知識として、ここに黒石があるとこの図は成立しないので、白石が全部当たりだとげ。こんな手が残るすら。とげー。白を取れるかもしれないとげ。相手が気づかなかったらすぐやってやるとげ。すらー。待つすらよ。何をするとげ、話すとげ。石を取りに行くとげは誰にも止められないとげ。白石を取るためには2つのコールを取った後、さらにもう1手詰めてからコールに勝たないといけないので、序盤や中盤で仕掛ける手ではないすら。どのくらい大きいんだとげ。だいたい8目の寄せと同じくらいの大きさだすら。思ってたより全然大したことなかったとげ。手があるってすぐに言っちゃダメなんだとげね。そうなんだすら。手があるとわかる知識といつ打つかの判断。両方ができて使いこなすことができるすら。意識してみるとげー。
それと隅6プラス2はこんな形もあるけど、で長6だとげ。同じプラス2なので行き出すわ。2の2から攻めてきても、2の1の羽で解決出すわ。出たとげ、1の扇2の1の羽。白4まで行き出すわ。もちろんこっちからのプラス2でも行き、2の2の攻めにはやっぱり、2の1の羽だとげ。コスミにはコルにする手をなくしてから、白6とすところを広げれば、流り4のプだとげ。付け加えておくと、黒が跳ねてくれば、マンボウさんと、スップ船長で息だとげ。これで隅6プラス2型も完璧出すわ。隅6のこれだけ覚えておこう。隅6は隅から1まで進化。基本形、プラス1、プラス2で積み、シンボル、1となるすわ。ちょうど1、2の境目なんだとげね。そうだすわ。だからこそ隅6を知っていると差をつけられるすわ。で、隅6を知ってるとどんな時に役立つとげ。それでは実践形式の問題。第1問。黒線出すわ。答えは隅6だから。この形にすればいいとげね。羽継ぎでどうだとげ。正解出すわ。これで隅6基本形の積み形出すわ。白の羽に対しては緩めていいのもポイント出すわ。羽は基本的に関係なしだとげね。第2問。黒線出すわ。答えは条件をまとめるとげよ。角がないのは関係ないんだったとげね。お手手が1本伸びてて隅6プラス1だから。マンボウさんだとげ。正解出すわ。峠トゲトゲ、楽勝だとげ。次はレベルアップするすわよ。どんとこいだとげ。第3問。黒線出すわ。答えはまずは先手の羽継ぎを打ってみるすわよ。先手の羽継ぎ、ここかとげ。この形はこっちの羽継いで隅6プラス2だとげ。正解出すわ。これで隅6は終わり出すわ。やったとげ。次に行くとげ。さて、7目型に進む前に、まずは5目型を攻略しておくすわよ。出たとげね異端児。5目型で覚えるのはこの2つだけ。その中でも押さえなし方は一番コンパクトで芸術的な生き形なんだすわ。とげー楽しみだとげ。ところで押さえなしってなんだとげ。押さえなしは通常ならプラス1と同じ扱いになるすわ。例えばこの形は下辺が押さえなし。で、隅6プラス1と同じになってきシンボル出すわ。
こっち側に進化しているので、白からはフック船長の形で行き、全く同じ展開だとげね。黒から打てば、抑えて進化を消すのと同じ意味で積むすら。積み6の基本形で積み形とげね。その通りだすら。確かに抑えなしは積み6プラス1型と全く同じだとげ。もう一つ例を出しておくと、これなら4目型プラス2と同じ意味でキシンボールだすら。両方とも抑えなしだからプラス2と同じとげね。白から生きるには、2の1とかけ継ぎのダブル急所だとげ。松が見合いで生き出すら。黒から打つ場合は、進化を1つ減らして4目プラス1にすればいいとげね。これで積みだとげ。すら、そうだすら。これも4目プラス2型と全く同じだったとげねー。そう。基本的に抑えなしはプラス1と同じ扱いになるんだすら。でも、5目型では結果が変わっていたとげね。そうなんだすら。5目型だけは法則が歪むすら。さすが異端児だとげ。まずは5目型プラス1から解説するすら。これはコウノコリの形だすら。白から打てば1、黒から打てばこうってこととげね。そうだすら。白が生きるならここ。これは問題ないすらね。それはわかるとげ。黒からもそこに打つとげ。そこは一見急所に見えて外れて、白は2の1の羽がコウス。とげー。2の1の羽。これ確かやばい技だとげ。松が見合いで白は生きてしまうすら。じゃあどうすればいいとげ。この死活で注目してほしいのはここ。1線のかけ継ぎだとげ。そうだすら。スラユー死活の進化源。維持せるかけ継ぎには急所の後に下がれ。ほう、なかなか良い格言だが、その急所とやらがわかるかな？ 5 目プラス1、3。なんだね。黒が最初に下がったらどうするすら？はっバカめ。それに対しては2の1が急所。×が見合いで域である。2の1が急所なんだとげ。その通り、あ、しまった。2の1の急所をついてから、1線に下がって、放り込みでこうだとげ。じゃあ、正解だすら。やったとげ。ところで白4で。白が押しつぶしの手筋で来るとどうなるとげ。そこが重要ポイントで。今度はこっちを当たりにすれば、白はダメ詰まりで×へつなげず。黒6までコウになるすら。なるほどだとげ。この図から彼がもう一つの形、抑えなし方もわかったようなものだすら。つまり、白三角と黒三角の交換がなければ、黒4のところで、白は×へつないで生きることができるすらね。見やすいように三角の石を取り除いてみるとげ。この形なら×へ告げるってこととげね。確かに綺麗な押しつぶしの形になるとげ。つまり5目プラス抑えなし方は生き。もう一度最初から手順を確認すると、
で生きることができるすら。なるほどなトゲ。他の手は大丈夫なんだトゲ。他の手はさっきやったのと同じで、真ん中にクレガニの位置で、松が見合いの位置、下がりデモニの位置で、やっぱり松が見合いの位置だすら。目の位置最強だトゲ。すら、それが五目型のこれだけ覚えておこう。五目型ラニの位置が急所。1の積みのとにかく2の1トゲね。で、五目型を知ってるとどんな時役立つトゲ？五目型には絶対に覚えてほしいパターンがあるすら。それでは実践形式の問題。ふむふむ。トゲー。最後なんかすごい囲まれたトゲよ。それがこの五目型の凄さなんだすら。周りがどんなに囲まれていても、松のあたりさえ聞けば、五目型マスターなら生きることができるんだすら。それでは黒線だすら。答えは？とりあえず当たりにしてみるトゲよ。この辺かトゲ。白が押さえると？は。かけ継ぎでさっきの形がトゲ。正解だすら。五目プラス押さえなし方で生きだすら。こんなところで生きれたらかっこいいトゲ。大ゲイまじまりだけじゃなく、さんさんと羽の五目型の元さえあればいつでも生きられる便利な形なんだすら。すぐにでも使えそうだトゲ。これで五目型は終わりだすら。次は七目型だすら。七目型は墨6よりも一段階強く、基本形からキチンボールだすら。これでも黒から打てば積むトゲか。そうなんだすらよ。注目するのはやはりここ。一線かけ継ぎトゲね。そうだすら。フラ粒子活の進化源。一線かけ継ぎには急所の後に下がれ。これを使うすらよ。でもこんなの積ませられる気がしないトゲよ。ははは。我は五目型とは格が違う。この広さ、我が住所はわかるまい。七目型さん。なんだね。黒が最初に下がったらどうするすら？ははは。愚かな。それに対しては2の1が住所。もはや我を積ませることはできぬわ。2の1が急所なんだトゲ。いかにも。あ、しまった。トゲちゃん。最初に跳ねておくともっと急所が浮き上がるすらよ。狭めて。急所。その後に下がるトゲ。じゃあ。正解だすら。この後白はこっちに打っても掛け目。こっちに打っても掛け目になるトゲね。そうだすら。この左右から掛け目にする形。これは爪とでよく使う必殺技なので覚えておいてほしいすら。ところで白読んで。こう来たらどうすればいいトゲ？これも一緒。急所の後は下がりだすら。白が2眼を作ろうとしても、こう売り込みで掛け目だトゲ。その通りだすら。ちなみに羽を打ち忘れて、すぐに起きから黒3の下がりだと、黒5の時、白6と単に抜くコースがあり、松が見合いで生きてしまうので要注意だすら。最初にここの交換を入れておかないと大変なことになるトゲね。最初の羽を忘れないようにするトゲよ。
本形さえわかっていれば7目プラス1型ら簡単。これは生き形で。2の1の君はさっきの変化をそのまま並べれば生きるすら。基本形でも羽を忘れると生きちゃうから。三角があれば余裕の生きってこととげね。ところでこの形、世紀の大発見をしたのでちょっと難しい手だけど紹介するすら。ここでは白下がりでも生きており、ほとんどのケースでこれが再現だすら。黒耳は白3で受けて関残りだけど、特に序中盤では白1の下がりの方が大きく、1目以上得できることもあるので、相手が安易に置いてきたときはぜひ使ってみてほしいすら。最初に戻って、黒が他の手できたら、それは2の1で生き出すら。7目型の面白いところら、羽があると生きることなんだすら。初めてのパターンだとげ。でも放り込みで狭めれば同じじゃないとげ。放り込みに対しては、くすみのコースがあるんだすら。下がりミラ。白4が良い手で、これで2眼になるんだすら。とげー。三角があるから黒は×に打てないとげ。7目型のこれだけ覚えておこう。7目型ら羽があれば生き。わずかな違いで罪から1になるんだとげねー。それほど7目型ら静止のギリギリに位置する死活なんだすら。で、7目型を知ってるとどんな時役立つとげ。それでは実践形式の問題。黒線だすら。答えはスペースを縮める手から考えるすらよ。こうかとげ。白が駆けつくとは、7目型になってるとげ。狭めて。急所。下がりの代わりに次でどうだとげ。正解だすら。とげーとげとげ。左右から掛け目だとげ。ちなみに羽に対して白が立つぎなら、これは隅6プラス1の形。黒線積みと判断して OK だすら。黒3が羽ではなく灰なので詰ませ方が少し変わるけど基本的には同じ。黒7で中から打てば問題なしだすら。飯なら抜かれても掛け目だとげね。そうだすら。この形はダメが詰まると白が当たりになるので、石ではなく詰みだすら。もう一問いくすら。白が生きるにはどうすればいいすら。これは積んでるとげ。さっきの問題と同じ形だとげよ。スラが問題を出し間違えたとげ。ここに白石があるすら。そんな遠くでのんびりしてても意味ないとげ。詰め5の一部だという意識が足りないとげよ。7目型ら羽があると1。は。まず跳ねるとげ。黒は緩めるすら。これで掛け継げば。7目型プラス羽の生き形だとげ。放り込みには取らないとげ。正解だすら。とげー。左辺の西のおかげで生きたとげ。なんて役に立つ石なんだとげ。実践でこういう風に周りの石も活かせれば、自然に段球位が3つくらい上がっているすら。意識するとげよー。ここまでが隅の基本死活前編の内容だすら。
すごく賢くなった気分トゲ。しっかりついてきてくれてありがとうすら。今編の動画では、始め方や1号マスなど、講談者向けの死活を AI で解析し、実践的に最も得な結果にこだわった最新の結論をわかりやすく解説するすら。今まで出版された全ての死活本に載っていなかった、革命的な知識と解説をお伝えするすらよ。楽しみだトゲ。ここから難易度が急上昇するので、ここまでの内容で難しいと思った方は後半動画へは進まずに、まずはここまでの内容をしっかり身につけることを優先してほしいすら。なぜだトゲ。難しいものを汗水垂らして勉強するほど強くなるんじゃないんだトゲ。よほど才能がないとその方法は危険だすら。脳の処理能力には限界があるすら。例えばここまでの内容を10とすれば、ここから先の内容は50や100といった難易度になってくるすら。逆に14度で言うならここまでの内容の方が格段に上なので、まずはそちらをしっかり身につける方が格段に効率がいいんだすら。大変なことをやれば強くなるというわけじゃないんだトゲね。しっかり身につけるにはどうすればいいトゲ。実践でのアウトプットと復習、この2つだすら。アウトプット。実際に使ってみることすらね。特にイボクエストの9の版がおすすめだすら。短い時間で何曲も打てるから、死活ともたくさん出会えるトゲね。復習はこの動画を繰り返し見たり、概要欄にある、1日1回基礎トレ死活スピードチェッカーにチャレンジして、知っているから身につけるステップアップすれば完璧だすら。基本死活を完璧に身につけられたらかっこいいトゲ。トゲー、やる気出てきたトゲ。この動画に出てきた死活を使ったらコメントいただけるととっても嬉しいすら。それでは本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくトゲよ。